運転手がいない。恐怖あの世行きの走る缶オケ、自動運転の無人タクシー。人間と運転どっちがうまい？最後まで見てね。来た来た、無人タクシー。うわ、本当に誰もいない。大丈夫かな？ちょっと不安。細い道もスイスイ走るね。人間よりも運転上手。現在12月31日の夜6時30分です。この日のブログ動画はまた後日公開します。今から新鮮で昨年頃からサービス開始された完全無人の自動運転タクシーに乗ります。小馬智行という専用アプリをダウンロードし、車を配車します。アプリは iPhone なら App Store から Android の場合はストアにはなく、ポニピロット Android でググると出てきます。配車完了。到着まで10分待ち。電話番号の認証が必要になりますが、現地中国の携帯番号以外は認証の SMS が届かないと、日本はもちろん香港の番号もダメだったという話をよく聞くので、乗りたい方はとりあえず日本で登録作業を試されるのをおすすめします。僕は中国に住んでた時から使ってる現地番号があるので難なく登録できました。ちなみにディディとの大きな違いは、サービス中のエリア内でも呼べる場所と降りられる場所がある程度制限があるところ。僕も一番近い呼べる場所がここだったので、歩いて5分ほどここまで移動しました。待つこと10分ちょっと、無人の自動運転タクシーが到着。天井や運転席前のライトの色をアレンジできるので来たらすぐに分かりました。ちなみに待機は5分まで、5分を超えるとどこかに行っちゃいます。当たり前だけど誰も乗ってません。呼び出したスマホと Bluetooth で通信し、ドアロック解除する仕組みみたい。誰もいないのに走ってきたタクシー。シートベルトを締めないと発進しません。同意ボタンを押してスタートボタンを押すと走り出します。ハンドルが勝手に回ってる。ちょっとほら。普通に制限速度ギリギリまで加速。自動運転レベル2監視付きには乗ったことあるけど、レベル4は初めて。加速やブレーキングも驚くほど滑らかで、めっちゃ運転うまい運転手雇ってるレベル。車線変更もなんのその。横断歩道に人がいればしっかり止まります。当たり前ですけど、ここから路中びっしりの狭い裏路地に広い道しか通らないのかと思ったら、普通に裏道走行します。対向車も滑らかにかわし、乗ってて1ミリの不安も感じません。自動運転怖すぎる。こんなの乗るなら歩いた方がマシだ。強風あの世行きの走る棺桶。そんなサムネの方が数字取れそうですが、アンチの皆様には残念ですが、めちゃくちゃ安全だと思います。広くて空いてればしっかり加速。さりげなく車線変更も完璧。車内内装も良い感じです。こんなウインカーなしの割り込みにもさらっと対応。後席のディスプレイでエアコンなどの操作が可能です。
左車線が左折待ちで渋滞しているので車線変更。その辺の人間よりよほど運転がうまい。ちなみにの話ですが、現在こちらの自動運転タクシーは北京、上海、広州の一部地域でも体験することが可能です。提供エリアを確認すると、多分観光の人なら深センか上海が乗りやすいかと思います。 X などでは自動運転なんて夢物語、あんな危ないもの乗ったら終わりなんてポストも見ますが、そういう人にこそ乗ってみてほしい。日本のタクシードライバーの大多数より自動運転の方が安全だと思います。まずはレベル2監視付きからでもテスラの FSD 等自動運転が解禁されると良いですね。高齢者と過疎地が増える我が国日本こそ一刻も早くレベル4自動運転の解禁が必要かと。日本より中国の方が運転が荒くてウインカーなしの割り込み、急ブレーキ、その他危ない運転手が多いので、中国で問題なければ日本でも問題ないはず。こんな路中も簡単に回避。信号のない交差点もスイスイ。この先路中が原因で対向車が逆走してきてます。うまくかわしますね。結構ややこしそうな場面も余裕ですね。前に入ってきたバスが停車すると察知して車線変更。どちらかというとスピード出したがりなのか、追い越し車線が好きかもしれない。間もなく目的地ですが、ヒヤリとした場面は一回もなし。おそらく中国では数年で爆発的に台数が増えると思います。なのに日本にはライドシェアすら存在しない。今時ライドシェアが使えない国って数えるほどしかないですよ。知ってますか？もっと新しいものを柔軟に取り入れる社会になればいいのにね。設定した目的地に到着。少し古いシステムだと決済するまで鍵が開かないと言われてたけど、現行システムでは決済は降りてから次乗るまでに行えば良い感じになってます。決済を済ませるまで次の配車ができないディリーと同じ仕組み。僕はこの動画を作りながら未決済に気づいて決済しました。ありがとうロボタクシー、めちゃ快適なドライブでした。渋滞が多かったので約40分乗って7キロ走行700円程度かかったので、ディディよりは少し割高かも。どうだろう。今回の動画はここまでになります。次回新鮮の大晦日、船の形したモール、失われたカウントダウンイベント、ぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価お願いします。動画の感想などコメントもたくさん書いてくださいね。次回の動画もお楽しみに。